さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。34回目の今回は、甲子園でアイドル的存在である一方、悪童とも言われていた選手の紹介になるよ。その選手とは、ロッテ、中日に在籍していた、愛工武士選手だよ。ウプ主的には、ワイドショーなどでよく見ていた選手、一体どういった選手なのか、早速解説始めていくよ。愛工武士、1962年8月15日生まれの58歳。神奈川県逗子市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は、俳優、実業家、野球評論家、コーチを務めているよ。愛工は小学生から野球を始め、体が成長し始めた中学時代は、身体能力の高さからバレーボールやバスケット、水泳などにも誘われるほどだったそうだよ。横浜高校では1年生から左のエースとなり、1978年の第60回全国高等学校野球選手権大会に出場。途中、1年生の時に副キャプテンの安西という人物と一緒になって、1ヶ月にわたって野球部の合宿所を脱走して、不良仲間の家を転々としていたが、警察に保護されて、監督が身元を引き受ける形で野球部に戻ったよ。3年時の1980年にはエースで3番打者を務め、第62回全国高等学校野球選手権大会決勝戦では、アイドル的な人気を得ていた、早稲田実業のエース、荒木大輔に投げ勝ち優勝したよ。本人は地元である横浜太陽ホエールズか、西武ライオンズへの入団を希望していたが、同年のドラフト会議で、ロッテオリオンズから1位指名を受けるよ。ドラフト前に愛工を最も熱心に誘ったのは太陽で、腹の外れ1位と言われていたよ。太陽から指名されなかった場合は、社会人のプリンスホテル公式野球部を経由して、西武に入団するという密約を西武と結んでいたため、ドラフト後の記者会見で、ロッテには行きたくありませんと発言してしまい、露骨に嫌な表情を浮かべた写真や、映像が知られることになったよ。しかし、他の指名選手に遅れて入団。入団発表での記者会見で、野球を辞めたら鶴氏の洋服屋がやりたいというコメントを残すよ。入団後は高橋のものだった背番号1を与えられたよ。また、愛工を目当てに多くのファン、とりわけ女性がキャンプや試合に訪れたよ。イベントにも女性が殺到し、バレンタインデーには280個のチョコレートが届いたそうだよ。1年目の1981年は、開幕から1軍に上がり8試合に登板。6月25日に西武を相手に先発するが、早々に打ち込まれ降板、敗戦投手となるよ。9月23日には2度目の先発、近鉄の立花と投げ合い6回を3失点と好投するが、7回には森脇に3点本塁打を喫し力尽きたよ。また、名古屋球場でのジュニアオールスターゲームにも、オールイースタンで出場したよ。翌1982年は5試合の登板にとどまるよ。1983年は中継ぎに回り、チーム最多の48試合に登板しているよ。1984年からは野手へ転向。チームの主砲落合に弟子入りして、打撃技術向上に取り組むよ。落合に受けた自主トレはスパルタ教育そのもので、あまりの厳しさに愛好がつい、これでも甲子園優勝投手ですよとこぼすと、落合は、そんなに甲子園がいいなら甲子園に帰ればいいと一括。愛好はこれでプライドを捨てることができたというよ。落合は厳しい指導の反面、愛好を可愛がり、行動を共にすることが多かったよ。打者転向に一番大きな役割を果たしてくれたと、愛好は次長、9回の野良犬で語っているよ。またこの次長によると、当時のロッテは落合派と有党派に分かれているとされ、打者として頭角を現して以降の愛好は、落合派の代表とみなされたが、お互い一匹狼の内さんと、自分が派閥なんて作るわずはなかったと反論しているよ。1986年には主にライトとして1軍に定着、66試合に先発出場し打率2割6分5厘を記録したよ。翌1987年のシーズン前半は一塁手、後半は山本にポジションを譲り、主に両翼を守ったよ。1988年は開幕から5番打者、一塁手として起用され、チームの主軸として、本塁打17本と初の2桁を記録、また初めて規定打席にも到達したよ。近鉄のパリーグ優勝がかかった、10月19日のダブルヘッダー第1試合では、初回に小野から先制ツーラン本塁打を放ったよ。1989年には3番打者として、リーグ8位の打率3割3厘を記録し、ゴールデングラブ賞も獲得。1990年にはライトに回り、自己最多の21本塁打を放つよ。翌1991年は一塁手に戻り、2度目のオールスターゲーム出場及び、日韓プロ野球スーパーゲーム全日本軍選出、1994年まで定位置を守ったよ。1988年6月25日から、1992年7月11日にかけて、535試合連続フルイニング出場を記録し、当時のパリーグ記録を樹立したよ。
なお、連続フルイニング出場が途切れたのは、1992年7月11日に5打席5三振の上に、決勝点の要因となる悪送球を犯して、翌日はスタメン落ちしたためだそうだよ。それでも、1987年10月20日から続けている、連続試合出場は継続し、1993年6月6日まで694試合連続出場を記録したよ。なお、愛好の次女によると、連続試合出場が途切れたのは当時の八木沢監督が、起用を忘れていたためであるといい、その振る舞いに失望した旨が記されているよ。1995年は、ボビー・バレンタインが監督に、廣岡が GM に就任すると、打撃不振の影響もあってチーム構想から外れ、出場機会が激減し、オフには無償トレードで中日ドラゴンズに移籍。1996年は主に外野手として起用されるが、1997年からは大砲、山崎の控え一塁手として、また代打の切り札としても活躍したよ。同年は12試合に先発出場、打率2割8分3厘を記録しているよ。1999年には規定打席不足ながら、10年ぶりの3割となる打率3割8分7厘と勝負強さを見せ、星野監督の期待に応え、リーグ優勝に貢献したよ。同年の第8の日本シリーズでは、2試合に代打として出場、第2戦では9回に自身のポストシーズン初安打を放つよ。そして翌2000年限りで現役を引退したよ。飲食店経営やサラリーマンなど職を転々とした後、タレントに転身。映画に早くとして出演したほか、一時期はプロ野球マスターズリーグにも参加したよ。2002年には失踪騒動が起こるよ。様々な憶測を読んだが、本人は3日ほど温泉に行っていただけと語っており、契約していた芸能プロダクションとのトラブルにより、失踪という報道が出てしまったのが原因と主張していたよ。2006年に芸能事務からは独立。東京都錦糸町で化粧品、サプリメント企画会社の経営を始めたよ。また、2008年に雑誌スコラで、野球コラムを連載。2014年、雑誌ブブカの連載コラム内で、左人差し指の血行障害を公表。早期発見のため大事には至らず、完治したよ。2017年11月26日、息子も所属する社会人野球クラブチーム、東京ミーツのコーチに就任したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。高校時代は彫りの深い端正な顔立ちと、野球の実力を兼ね備えたことから、特に女性の間で絶大な人気と知名度を誇った、甲子園のアイドルだった一方、悪童としても知られたよ。中学時代から不良の道にも精を出し始め、悪いと言われることは全てやったそうだよ。愛好に限らず、不良は当時の愛好の周囲において極めて多かったようであり、愛好が中学1年生の頃、1学年で万引きをした生徒が、170人も明らかになったと本人が語っているよ。横浜高校へは授業料免除の特待生で、寮生活の野球漬けのわずが、高校2年まではタバコなどをやっていたそうだよ。しかし、3年の時に本気で甲子園での優勝を目指して、タバコ以外は絶ったそうだよ。また高校時代のあだ名は、アンパンであったというよ。高校卒業間際には暴行事件が発覚。愛好はチームメイトや関係者らに謝罪したが、横浜高校はこの一件が原因で対外試合禁止処分を受け、春の大会に出場できなかったよ。また、甲子園優勝投手の暴行事件として、写真週刊誌に愛好が謝罪中の場面が掲載されたため、反響を呼んだそうだよ。愛好が在学していた時期の横浜高校は、後の愛好自身の証言によると、偏差値が30代前半と推測されるほど、勉学に力が入っていない高校であったと語り、愛好自身も、名前をきちんと書いただけでテストで5点が加算された、と体験談を語っているよ。下宿先である渡辺監督宅の電話を毎晩夜遅くまで使い、そのために渡辺家の電話代は、通常の何倍にもなってしまったが、当の渡辺監督は、それで愛好が立ち直ってくれるなら、と、黙認していたそうだよ。高校3年秋のドラフト会議前には、愛好の獲得を希望する西武や、プリンスホテルの関係者から接触があったよ。社会人チームであるプリンスホテルからは、異例の4000万円という支度金を提示されたが、愛好は地元球団である横浜太陽ホエールズ入りを希望しており、ドラフト指名先が太陽でなければプリンスホテル入りと考えていたそうだよ。ドラフト会議の結果、ロッテに1位指名されたが、太陽を希望していたこともあり嫌な表情を浮かべ、ロッテ関係者が挨拶に来た日には、女との戦略があったのですっぽかしたそうであるよ。ロッテへの入団後は、ドラフト指名された瞬間とは違い、特に不満を述べることはなかったそうだよ。名実ともにロッテの顔となった打者転向後は、ファンサービスにも熱心であったよ。
あと2990年のドラフト会議で、その年の注目選手だった小池投手が、ロッテからの1位指名を拒否し、ロッテにだけは行きたくないと発言した話を聞くと、あんな風に公に批判をするもんじゃない。もし、僕が彼の先輩だったらぶん殴ってやりますよと憤ったそうだよ。週刊誌などで自らの薬物使用を何度も告白しているよ。それらによると、中日時代の1990年代末に体力の衰えをカバーするため、ホルモン剤のアンドロステンジオンを服用したというよ。薬を使ったトレーニングの効果として、すべての力、体力、持久力、精力が異常に強くなったそうだよ。副作用に関しては、引退の2年前から、激しい動悸が起きるようになったため、量を減らした、引退から3ヶ月ほど経った頃、足が異様にむくんだりして、病院で静脈血栓と診断され、即入院を言い渡されたなど、薬物の危険性を語っているよ。結果的に薬物の使用による副作用で、故障がちとなり、選手寿命を縮めることになったが、著書では、後悔はしていないとも述べているよ。後にバルコスキャンダルなどを発端として、ドーピングに対する目が厳しくなる中、昔は認められたが現在は認められない行為として、自身の体験を引き合いに、ドーピングの危険性について警鐘を鳴らす機会も増えているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、現役時代というより、高校時代の方がインパクトがあった印象だったよ。ただ、現役時代に行った行為によって、後々後悔することを、実体験をもとに警鐘を鳴らしている、自分のようにはなってはいけないと、そう言っている気がするよ。それじゃあ今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。